はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は8月13日の日食から8月月末までの星の解説とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップの5の逆、カップクイーン逆、ペンタクス2の逆、ワンドキング逆、ソードクイーン逆、そしてペンタクスの4、ペンタクスの7逆。気をつけることや対策が戦車の逆と女帝とオラクルはソードナイトですね。なるほど、そうですか。はい、星で見た時のちょっとお話なんですけども、8月13日の日食っていうのは新月の強いバージョンと言ってもいいぐらいぴったりとひっつくんですね。太陽と月がね。そしてこの日食って次の日食までの大きなテーマがよく浮上する。そしてそのことを体験させられるっていうふうに言われてるんですけども、次の日食は2027年の2月になります。なので来年の2月までの大きなテーマとしてヤギ座さんは何かね、見えないところでトンネルの中で次の扉に到達するまでの道を掘っているみたいな感じがします。これってどういうことかっていうと、表立ってあからさまにこれっていうのではなく、なんだか見えないところで水面下で何かが始まるよみたいな時なんですね。で、この水面下でっていうのが、ありがちなのが誰かとの関係性においてもっと信頼を得るとか、親のことだったりとか、実家のことだったり、パートナーの背景のことだったり、表面的な生活とかそういうのではなく、裏側のバックグラウンドに関しての何か調整が起こったりしますね。例えばローンを返済したりとか、何か株を解約して何とかしたりとかみたいな、生活費がどうのこうのではない、そういった与えられるお金や積み立てていたお金とか、そういったことも強調されてくるかもしれませんし、それらを何とかして心地よい方に動かしていこうということかもしれませんね。そしてもう一つね、やっぱお盆の時期にぴったりなんですけど、やはりご先祖だったりとか、見えない存在とか、スピリチュアルなこともそうなんですけど、そういったこととつながりやすいっていうのがあります。で、これって、それは本当かどうか分かりませんけど、そういう先祖が帰ってきてるっていうね、この8月ってそういう時期ですけれども、本当に何かとつながりやすい、この世とあの世がつながりやすい。で、さらにヤギ座さんはそれを敏感に普段は、例えばイメージですよ。現実と時空の違う世界がトンネルでつながっていて、そのトンネルの中にいるみたいな感じなんですね。だからご自身がどういう状態でこれから何をしていくかによって出口が変わるみたいな、そんな感じなんですよ。でも逆を言うと、昔自分が子供の頃に感じていたことを願っていたことが、今やっとそれを実現できるっていうこともあるかもしれないし、親とかおばあちゃんとかおじいちゃんとかご先祖様が残してくれた自分への思いっていうものを今受け取るかもしれないし、自分が将来の孫のためにとか次世代の子供たちのためにみたいな感じで何かを残したくなるかもしれないし、そういうちょっと時空を超えるような感覚のタイミングにいます。なのでちょっとすぐ目先の動向ではないんですけど、なんだかそういう不思議なね空間を感じられるかもしれないなと思いました。そして8月23日以降が太陽が乙女座に入ってくるので、ヤギ座さんにとってはもう少し現実的に、じゃあ何を頑張ろうか、何をどう進めようかっていうのが分かってくる感じがします。今ももちろん分かってらっしゃると思うんですけど、ただ動くに動けないとか、少しちょっと時空を超えたところにいるのかなみたいな感じがあって、現実を動かしにくいかもしれませんね。でもそれが23日過ぎたらだんだん整ってくるよっていうことと、あともう一つ8月28日が月食なんですよね。で、この月食っていうのもまた満月の強いバージョンみたいな感じで、すごくエネルギーがピークになるっていうか、感情的なものも。で、特にこの8月28日の月食っていうのは、すごくアイデアが豊富だったりとか、何かインスピレーションが湧きやすいんですね。
で、同時に、じゃあ自分は何をすべきなのかっていう、とても地に足つけた現実的な一歩っていうのをやっていくっていうのがすごく相反するエネルギーとしてあるので、ヤギ座さんにとっては現実を進むっていうのは得意な方が多いと思うのでね、何かちょうど13日からそれ以降、何をご自身が感じているのか、専属用してみたりとか、田舎に帰ってみたりとか、自分らしく過ごしてみたりとかっていうのをしながら、何かのヒントを得る、何かの応援を得ると思うんです。で、そのエネルギーを持って28日に自分の中で何かが準備が完了みたいになって、その後また現実的に自分の理想を作っていくんだなっていうのが、星の流れですね。で、もう一つ8月11日以降もうすでに入ってるんですけど、火星というエネルギーが蟹座に入っているので、火星というのは戦っていく力とか、切り開いていく力とか、そういう力強いものなんですが、時にイライラしたりとか、トラブル、喧嘩っていうエネルギーもあって、それが、蟹座に入ることによって、ヤギ座さんからすると、パートナーに対してちょっとイライラするとか、なんかパートナーに対しての感情が、出てきやすいかなっていう気はします。でもこのエネルギーをじゃあ逆に逆手に使うとしたら、今はパートナーに思ってることを言える時だみたいになって、別に批判するとか攻撃のエネルギーではなく、私はこうしたいと思ってるよっていうこの積極的なエネルギーとして相手に向き合っていくっていうことができるんじゃないかなと思います。で、カードで見た時に、何かね、ご家族のことなのか、ちょっとだけ気が重い感じがします。普通に夏暑いから嫌だなっていう人もいるかもしれないですし、なんか親族が集まったりとか、なんかそういうのがちょっと面倒だなみたいなこととか、でも本当は面倒じゃないんですけど、なんかただ単に気を使ってるだけっていう感じなんですよね。人の深いエネルギーもすごく感じやすい時だったりするので、人と会って使いたくないなみたいな感じがあるかもしれませんが、そんなに影響を受けませんよ。そしてうまくここまでもやってこられてますし、ただ一番なんか感じるのはやっぱり、なんかもっと生産的になりたいとか、仕事頑張りたいんだみたいな気持ちが強いのかなっていう感じがしますね。ここでもペンタクルスの2っていうのがあって、もちろん遊びたいとか、もっと楽しみたいとか、そういう気持ちもあるけど、それには先立つものが必要っていう形で何か生み出したいっていう気持ちもあるし、で、お仕事が今ご自身が思ってるほど、なんか自分が思ってるような展開ではないみたいな感じがあるんですよね。で、それって自分がやってないからだみたいな感じで自分をちょっぴり責めたくなるみたいな気持ちもあるのかなって感じがするんですよね。でもなんだかやる気が出ないのよみたいな、仕方ないですよね。これだけいろいろ扱ったりとか、日食の期間っていうのは基本すごく大変な時なんですよ。本当に。特に皆既日食なので、昔の大昔の方は、日食っていうのはもう天皇を隠すって言われるぐらい、やっぱりエネルギーが届かない時なんでね、大事にしときましょうっていう時なんですよね。だから、なんかバイタリティが湧かないなとか、なんかだるいなとか、なんだか思うように働けないなみたいな思いあるかもしれないですけど、今この状況でよくやってますよっていう感じがします。本当に。なので多少ちょっとなんだか体が動きにくいとか、やる気が出ないなっていう日があってもオッケーという風にしておいてください。で、本当はそれって体を休ませてあげることができてよかったねっていう豊かな日なのに、なんだか、生産的になれなかったとか、今日はこれだけしかできなかったみたいにできなかった自分みたいな感じになって、何かをなくしていくこととか、守っていくことの方になんか急に焦点がギュッといく感じなので、生み出していくことと休むことっていうのは両方同じだけ大事っていうことを、ご自身の体にもね、与えてあげてくださいね。休むのも本当に大事。で、なのでなんかすごくお金のことを考えてそうだなって思いました。頭はきっともっと生産的になりたいって言って思ってて、体は休みたいって思ってるみたいな感じですかね。で、対策として言われているのが、この戦車というカードと、あと女帝というカードが出ていて、戦車っていうのはもっと進みたいんだ、でも、みたいな、でもなんかなかなか進みづらいという思いとか、本当に心配なくリラックスしているとか、豊かな時間っていうのをどれぐらい感じられていますかっていう、なんか問いかけもありますね、これは。
もちろん、日々、例えば悩みが消えない限りは、そのことは心配ですっていうのはあるかもしれないけど、1日の中でも本当5分だけでも10分だけでも本当にゆったりできる時間っていうものを自分に与えてほしいなって思いました。なぜならば、やっぱり今、この8月13日からね、28日ぐらいまでの間っていうのは、こう見えないそのさっき言った時空の中にいるみたいな時だから、こうどれだけ現実的なものを生み出すかっていうよりも、感じることだったり、感覚を研ぎ澄ますっていうことがすごく大事なんですよね。それをするにはゆったりとしててくださいねっていうこともあります。ただオラクルがね、やっぱりソードのナイトなので、もう走っていきたいみたいな感じがすごくあります。チャレンジしたいんだとか、走っていきたいんだとか、もっとやりたいんだみたいな、思いがありますが、もし何かをすごく頑張りたいっていう方はですね、自分の体の中のエネルギーを循環させることを頑張ってほしいなって思います。ちょっとでも走ったり、ね、スクワットでもしたら血液ってすごい回るように、なんかそんな感じで、こう現実を無理やり動かすとかっていうのはちょっとしんどいなと思うので、で、またそうしたいけどそうならないってなったらまた誰かに対してもイライラしたりとかもしやすいので、自分で自分の体を整えたり、バイタリティをアップさせるための行動がいいかなっていうふうに思いました。はい。ちょっとこれ踏まえた上でお仕事見ていますね。仕事ね。仕事じゃないような仕事運があります。どういうことって言ったら、遊びのように楽しいことが仕事になるみたいな、そんな感じもありますけどね。ペンタクルスの3、ソードの6、カップの8ということで、何かを学んでいきたいみたいな、誰かと一緒につながって協力してやっていくみたいな感じがあり、一人だとなかなか進みづらいところが、その誰かと協力することによってスムーズに流れていく、なんか応援されてる感じがすごくします。そして、なんか、だからなのかちょっと違う、なんか方向転換したいみたいな感じがありますね。今までご自身がやってきた仕事や、コツコツ積み上げてくる実績のあることではなく、なんか違うこの今の流れだからこそ起きてるこの流れの方にちょっと乗っていきたいみたいな感じもありますね。ただ、成果を出すっていうのは、やはり時間をかけてこそ実がなるっていう感じがするので、協力体制を取るとか、調べるとか、一緒に何かするっていうのはもう大吉です。ただ、すぐにそれで何か、インスタントに成果を上げようとするとはしなくてもいいですよっていう感じのメッセージだなと思いました。ちょっと人間関係見てみます。人間関係はカップエース。ペンタクスの6。ペンタクスのナイトということで、どなたかとの、信頼関係っていうのはすごく深まりますね。すごく深まる。新規開拓とかそういうんじゃなくって、これまで関わってきた人や、自分がちょっとサポートしてあげたいと思うような人だったり、自分がサポートされてきた人なのかもしれないけれど、これまでちょっと歴史があるような感じがしますね、この人は。そういう人たちとの関係がさらに深まる。さらにもっと本音で語り合えるとか、そうだったんだ、みたいな、あと心からのシェアをし合えるとか、なんか表面的な損得の付き合いじゃなくて、関係性がしっかりつながるみたいな感じがすごくあるし、この関係性っていうのはこれからもずっと続けていこうねみたいな、すごく深い信頼関係が育ってるって感じがすごくします。で、そのことがまた嬉しいって感じですね。カップのエースも出てるので。やっぱり人って誰か一人でも本当に分かってくれる人とか、信頼できる人がいるとすごく安心しますよね。そんな感じなので、今すごく八木座さんは実は人からの評価が非常に高い時なんですね、今。なので、それを信じて、自分って何かすごく役に立ってるかもとか、自分の感覚って人には通じるのかもっていう感覚でいていただくと、とってもいい関係性が、静かに広がっていくって感じがします。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。何か、ここまでの流れ、
分かったよとか通じたよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。これかな。バランスというカードが出ました。このカードを見て皆さんも何か感じることがあったらメッセージ受け取ってくださいね。はい、いいと思います。自分のケアをしっかりしましょうみたいなね。自分自身に中心にいましょうっていう感じがします。はい、ということで今回もありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。